三国志8、リメイク。勢力拡大のために蘇樹曹操同盟との対戦に挑み見事勝利を収めた我らが田中。乱世最強クラスの曹操はやっぱり強かった。我らも戦力強化し、天下統一目指すぞー。現状はこんな感じで河北平定をするなら平原の蘇樹を追撃かな？いつの間にか蘇樹優美の同盟も切れてるぜ。もしくは弱らせた曹操を先に攻めるのも手だね。弱ってるうちにやっちまうか？多分3、4万は削れたけどまだ6万いるか。兵役人口は10万超えだし放置するのは危ないな。じゃやばい武将多いし、先にこっちを滅ぼしますか。だな。あ、散歩してたら2つ目の寿命延長見っけた。これがあれば火遊も助かったのに。顔料文集のどちらかにあげましょう。お散歩ショッピング飲み会、あと鍛錬などして日々を過ごしてます。悠々自適。しれっと統率が72まで上昇しとります。前回の戦いでは趙雲文集が撤退に追い込まれ、難避に逃げてそのままなので移動指示を出して合流。大衆にしてお留守番させてた東白ちゃんも一緒に呼ぼう。田中単身赴任中だったのな。技術書を貯めて遊牧騎兵をアンロックしようと思ってたんだけど、これ6冊と結構必要。それだけ強いのかもしれん。と思いきや精鋭騎兵と攻撃力は同じで防御力は低い？編成する費用高いのにこっちの方が弱くね？一応遊牧の方が移動に優れてるとか書いてある。機動力ありすぎても歩兵がついてこれないし、これ精鋭騎兵で十分かもしれんな。なお兵器はこんな感じ。こっちは編成費用がかなり変わるな。資金に余裕あるから導入は一応できるが。悩んだ結果無難に精鋭歩兵をアンロック。まあ重歩兵の方が硬くて良さそうな気もするけど。さいですか。移動してきた文集に延命の医学書をプレゼント。天下統一まで一緒に頑張ろうね。東白ちゃんも行に到着。明かりを消してください。脱？どう？黙らっしゃい。しかし楽しい日々もつかの間。石大寺にございます。東白ちゃんの代わりに難避の大衆に任命した王教の裏切りである。いやそいつ忠誠88しかなかったし、完全に人選ミスじゃねえか。己王教、この霊夢を欺くとはなんという謀略か。さも王教がすごいみたいに言ってるけど、これ完全にお前のボンミスだからな。粛清じゃー。粛清じゃー。粛清だー。6000の兵しか引き入れないのになぜ反乱など起こした忠誠低かったからだろ。良き戦であった。何も言うことはない。んなわけでサクッと王教の乱を鎮圧し、同月に曹操の治める陳留に出撃。編成はこんな感じになりそうろー。って危ね三軍長雲になってた。出発前に気づいてギリセーフ。援軍は洛陽から陳旧ら3万9000、合計14万の軍勢で曹操を蹴散らすぞー。曹操は雄隊とも同盟を組んでるから、援軍次第では危うい戦いになるかもしれんな。芝曰く4日後に雄隊軍が到着する模様。それまでにある程度曹操軍を削っておきたいぜ。うちの援軍も4日後、どこに出るかで戦況が大きく変わるぞ。今こそ我らの力を示す。それでは田中 VS 曹操軍殲滅の戦い、開戦。で開始早々芝居が罠をカンパ。西側の橋は櫓もあるし厳重な防衛が敷かれてるな。それじゃ我らは全軍でもって、防御の薄い東側の端から進軍しましょ。本陣が手薄なのがちと危なく見えるが、即落ちるわけじゃないから多分平気かな。川の対岸から曹操軍に見せつけるように進軍するも、曹操軍西に固まってる模様。このまま何の抵抗もなく進めちまいそうだな。そして4日目、無事とか成功して何の被害もなく敵都市の前に布陣完了、援軍も到着。田中たちと逆側に出ちまったがこれはこれで本陣守れていいか？敵援軍は約5万か、こちらの方が1万4000ほど多いけど、戦力的には結構拮抗した戦いになるかも？まあとりあえず都市柄空きだし、このまま都市攻撃でもして早々の出方を伺いましょう。行軍使ってノーダメでバンバン都市攻撃されたらさすがにこっちに来ざるを得ないぜ。結果慌てて単身引き返した曹操が策略域疎操を発動。しかし慌てる曹操手前の強運に実行したらしく、後ろに控えてた田中たち本体に効果なし。田中の戦意は下がらなかったので、移動可能距離切りまで進み記者をお見舞い。反撃食らわないナイス射撃。心得もゲット。敵対象が突出して出てくるとはいい度胸だな。全員でフルボッコにしてしまいなさーい。群衆の連撃。続いて顔料の連携連撃。曹操マジ硬いがこの調子でやっちまえ。
可否能も突っ込んで連撃これだけ弱らせてもまだ反撃の方が痛え。さあ行け我らの未来の大将軍横領。引き下げられたからこいつは通常攻撃か。おっとここで副将でつけてた様相が仕掛けた。そして一騎打ちをそのまま受けちゃう軽率な行動に出る早々。これは大チャンス、様相、やっておしまいなさーい。初撃は武力差でちょびっとダメージ当てた。両者とも特技ある思考や拮抗した戦いになるぞ。しかし手札が厳しいとりあえず3出してこのターンは捨てましょ。うわ FV ダメージ入った。よしいい手札来た。ここは3枚出しで勝負。早々が必殺使わなければ勝てる。2ラウンド目は勝利。早々は5の1枚出しで後半に温存か。ダメージは微妙。そしてこちらの手札も微妙。しゃあないここは2を1枚で捨てましょ。対する早々は4を2枚、確実に勝ちに来てるな。必殺使えばギリ勝てたかもだけどここは温存。早々も必殺温存してるし判断が難しい。体力は差がついてきてもう後がないぞ。いっけー、ストレートの3枚出しだー。早々は2の2枚出し、これで勝敗は最後のターン次第だ。尽くしよっしゃー、これでとどめだ。3枚ストレートの必殺技を食らえー。様相とどめだ、やっちまえー。そうりゃー。敵総大将、討ち取ったりー。我が部のさえを見たか。敗北した早々は重傷になりました。これで敵の最高戦力が儚く消滅、戦意もだだ下がりの大失態。桶狭間の戦いの今川義元並みのやらかしまだ4日目だけどもうこれ勝敗期したわ。こんな軽率な行動とやそやかコートンもおこですわ。息子の総妃が突っ込み馬勢。次の獲物が自ら飛び込む。行くぜ、野郎ども。敵将、覚悟せよ。すっかり仲良くなった顔料文集との3連携突撃。敵部隊半壊。で顔料文集が続けて通常攻撃。早々の長男あえなく撃沈。恨むなら軽率な行動をとったパパを恨みなさい。史実でも天意をぶっ転がした長州、天意に罵声を浴びせ天意をゼロに。ひでえ。援軍たちはそのまま流体軍を抑えるのだ。総飛壊滅で開いた穴を装甲が入ってきたので可否能を突撃そして私の推し武将の応用が貫通ダメージで弱った学信を撃破。動けるデブがまた武功を稼いだ。しかし本人不在でもさすがの曹操軍、加工トン1万が顔料に攻撃。西に布陣してた奴らも慌てて東に移動してきたな。その集まった敵兵を賞金が乱射で一網打尽。開戦6日目。モーニングアローで1日が始まる。あいたたた。のろし台と加工トンの祈祷不屈で戦意が上がったか、地味に厄介な。しかし我に策あり、強運よ、今だ、草木海兵を発動するのです。これで集まってる早々軍が1日身動き取れなくなるぞ。このまま一気に肩をつけるぞ、全軍総攻撃だー。やっちまえー。アミゼが用意してくれたこの高地、最大限に活かすぞ。行くぞー。田中式、車ばかりだー。一撃ダメージ22000、お見事。装甲の部隊が壊滅だぜ。追撃で動けぬ加工トンら3部隊を顔料が突撃。顔料もだいぶやられてるからダメージはほどほど。文集も連携通常攻撃で追い打ち。そして霊夢に見た目が気に入られてるだけでひいきされてる男、残り230の加工トンを壊滅させ先行をゲット。目指せ未来の大将軍。残る敵もサクッと倒したいところだけど総人の混合笛はやっぱ硬い。兵数が少ない部隊だと猛将が率いててもいかんせん火力不足だぜ。さあ惰性も続いて乱撃で総人を削るのだ。少しでも敵の数を減らすのだ。さすれば敵の防御力も下がるぞ。翌日取っといた連撃で強運が加工園を撃破。そして最後は3部隊連携のガソリンを持ってこい、田中ファイヤー。うわ総人まだ5000残ってたのに消滅だと。これが異世界チートだ。これにて早々軍壊滅、勝ち時を上げよ、かーあったどー。皆の者、勝ち時を上げよ。それではお楽しみの武将登用タイム。早々軍が強い武将多いから、田中軍大幅増強待ったなしだぜ。世話になろう。知性の脳神乱世の勧誘、早々ゲット。もうこれ天下統一も楽勝モード入ったな。でも加工トン総人加工園がダメだったか。装甲も強いのに残念。トリマ全員解放。気が向いたら仲間になれよ。MVP は安定の田中、2位は未来の大将軍横領。まあ副将の様相のおかげだから後で飯とかおごってやれよ。202年1月、早々の勢力は歴史からその名を消した。全カットされてましたがワンオペ君死去生、まだ元気です。
ずっともの鎮急さんが落葉で隠れた人材の噂を教えてくれたよ。隠れた人材、助手とかかな？落葉に到着、お話に聞いたのはあの人かな？早速登用してみよう。惜しい助手じゃない、序章だ。こんなカスいらんわー。序章の登用に失敗しました。しかも断られてて草。そして季節は移ろい、電気つながりでひいきして大衆にしてた電界がお亡くなり、あいつしれっと大衆やってたのな。北平だし後釜は高尊越にお願いしましょ。陳留取ったそばから孫権の嫌がらせ連打を受ける。長雲に密会、さすがにそれは無理があると思うぞ。さて次はどうしようかなと思ってたら、元曹操配下の有能な在野の登用に推奨マークが。電柱、加工園殿を連れてきたぞ。さすが兄者。加工園ゲット。続いて曹操が加工トンの登用に成功。やる気満々の曹操、記載で再行動可能を発動。横領も見事曹仁の登用に成功。またひいきして勲功稼がせとる。たらこに装甲連れてきてもらいました。戦場で登用に失敗した曹操の武将、がっつり回収成功だぜ。そして強い武将に名品などをあげて忠誠をあげたりして過ごす。で、季節は移ろい。一大事にございます。南皮が蘇樹に攻められただと？畜生、平原から南皮は攻められないと思ってた。どう見ても行に無断侵入しております。こうなったら仕方がねえ。今ある戦力でなんとかするぞおー。では攻められないと思い込み手薄になってた南皮に蘇樹が迫ったところで今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。元気の源です。曹操軍を吸収しもはや敵なしとなったのにうっかり手薄の場所を攻められてしまった田中。田中の援軍は出せないが勝利することはできるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。